今回は最高にかっこいいお気に入りの T シャツについて紹介していきたいと思います。ではまず1着目、こちらです。ラブレットの青山ロック T シャツになっております。これはですね 22SS シーズンのアイテムになりまして、このシーズンに洋服の青山のスーツ生地をアップサイクルしたアイテムっていうのがリリースされたんですけれども、そのコラボのつながりでリリースされたアイテムになっております。でもうね、あまりにも素敵だったので、実は購入する時はですねちゃんと元ネタまで分かってなかったんですけれども、これはですねメタリカのパロディになっていて、メタリカのロゴに寄せられたダブレットのロゴと、実に若き日のメタリカっぽい方々がスーツに身を包んで、洋服の青山がですね堂々とライトアップで照らされているっていう風なプリントになっております。皆さんにとっての洋服の青山のイメージっていうのがわからないので、ひょっとするとちょっと失礼な発言になってしまうかもしれないんですけれども、僕の中で洋服の青山ってあんまりおしゃれなイメージっていうのはなくて、やっぱりこのキャッチーすぎる看板とかってどう考えてもおしゃれに物を売ろうとするイメージというか、パッケージングとは異なるじゃないですか。それがですねダブレットの手にかかると、なんだかとんでもなく愛くるしいというか愛おしいものに思えてくるんですよね。でこのメタリカっぽい4人だけでも、普通のバンドティーとしていけそうなところにキャッチーな看板がそのまま描かれているという。でこの洋服の青山っていうちょっと服好きからすると怪しい存在っていうのがそのまま丸々描かれていることによって、これ確実にコラボのアイテムなんやなって思わせると同時に、こんなコラボどこが一体するんやって思わせる、そういう意味でもとんでもない懐の深さを感じさせるアイテムかなと思っております。実際洋服の青山って、売り方とかターゲティングっていうのが違うだけで、同じ服の作り手というか売り手としては等しくリスペクトする存在なんだよっていう感じの、そういう風な意味でのダブレットの素敵さみたいなのも出ていて、それ込みでめちゃくちゃ好きな一着になっております。で黒色なので、汚れにも強いのと、あとダメージ加工が効いてるっていうのもポイントになっております。続きましてこちらヒューマンメイドのストームカーボーイ T シャツになります。これは何でしょう、本当に分かりやすいヒューマンメイドの定番アイテムになりまして、ちょっと逆にですね遠慮されるというか敬遠される方もいらっしゃると思うんですけれども、質感が本当に素晴らしいんですよね。ヒューマンメイドっていうのは2号さんがされているブランドになりまして、2号さんといえばヴィンテージアイテムのコレクターというかマニアとしても知られていて、母校の文化服装学院で展覧会とかですねやられた時はものすごい話題を集められていたと思うんですけれども、その2号さんの手掛ける T シャツっていうのは本当に最高でございますね。定番の丸胴ボディになっておりまして、スラブ生地ならではの柔らかい独特の風合いがあってヴィンテージ感もありつつ、一方でですねとんでもなく補強された首部分っていうのは長く着ていける耐久性であったり、フューチャリスティックっていう風なブランドのテーマにもありましたけども、未来を感じさせてくれるような頼もしい作りになっておりまして、でこのネームタグであったりとか、あとですねこのメインとなるプリントのあたりっていうのは、現代の流行りであったりとか気分っていうのを的確に取り入れてきていて、すごくこれもですね力のある T シャツになっております。でちなみにこちらガールズドントクライコラボのものも持っておりまして、これも完全に同じスラブ生地の丸胴ボディのやつでめちゃくちゃ使いやすいです。で見る人が見たらすぐ分かっちゃうんで、どっちもバレやすさはあるんですけれども、こっちが L サイズでこっちが 2L サイズで、夏は気分でこの3着をですね使い分けてきているという風な感じでございます。続きまして3着目はこちらファンシーのアエスナスポケット T になります。これはですね2023ベストバイでも紹介させていただいたんですが、やっぱり最高の一着になっております。レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのロゴというかマークとしても有名な赤い星っていうのを使いつつ、あとレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのレイジの部分に当たるところをこのファンシーの鏡文字にしてアエスナスという風にですね、そういう風な形でひとひねり入れた、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのバンド T みたいな感じのデザインになっております。レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンって直訳すると機械に対する怒りなんですけども、かなりバンドとして政治的なメッセージを歌っていたり、あとですね自身に火をつけて独裁政権に抗議した僧侶の写真っていうのをアルバムのジャケットに使ったりですね、あと黒地に赤い星っていうトレードマークが実はメキシコの反乱軍サパティスタ軍を意味していたりするらしくて、そういう風なところから感づかれるというか、ある種都市伝説みたいなのがあって、このマシンっていうのはきっと単なる機械のことではなくて、実は政党であったり社会体制とかそういうふうなものを意味していて、きっとそれに対する怒りのことなんだぜみたいな、
それがですね、実はある種通説になってるみたいなんですけれども、実はこれが逆に違うらしくてですね、バンドメンバーの4人っていうのはもともと音楽活動を始める前に一日中データを入力する仕事をされてたらしいんですけれども、ある日事務所の安物ファックスがあまりにも絶不調やったらしくて、それで全く仕事ができないもんですから、このクソファックスがっていうことでボーカルのザックが怒ったところから名付けられたらしいんですよね。はい。でもう楽曲も活動もかなり重ためのバンドなんですけれども、実はバンド名の由来っていうのはね、スキマスイッチぐらいのテンションで、かなりお茶目につけられたっていうところが可愛いなと思いつつ、これもまさにその二面性を感じさせる一着になっておりまして、ちょっと危うげな力強い元ネタをベースにしながら、配色であったりとか、あとこのポケットのね真ん中にあるんですけど変わった配置であったりとか、あとこの裾のワンポイントであったりとか、こういう風なところでサンシーらしい緩さが合わさっていて、めちゃくちゃかっこいいアイテムになっております。続きましてこちら、ゴーシャ・ラブチンスキーのゲームシャツです。普通にサッカーのユニフォームなんですけれども、ここまで露骨にスポーツ感満載のユニフォームでありながら、なぜか絶妙にトンチの効いた類のモード感っていうのがあって、自分の好きなスタイリングとハマってくれるんですよね。素材的には完全にアディダスの機能素材クライマライトになっておりまして、アディダスとゴーシャのロゴがそれぞれダブルネームで両胸に刺繍されているというような感じになっております。で 2017AW シーズンのモデルで、2018年のワールドカップを意識したアイテムになっているので、センターにあるこの文字っていうのは、これはですねキリル文字でサッカーって書かれてるらしいんですよね。で若干ここもですねスウェートチックに素材が変わっていて、あと母国語じゃないからこそ許される感じの、でこの書いてるのサッカーですから、その感じの抜き感っていうのもかなり気に入っております。でこれですね、もうかなり気に入ってしまったので、僕黒以外にもこの赤の方も購入したんですけれども、こういったゲームシャツってですね、やっぱ T シャツっていうジャンルでくくるとなかなか思いつきにくいアイテムだと思うんですけれども、実は機能性含めためちゃくちゃ夏場に心強い存在だったりするので、とてもおすすめでございます。続きましてこちら、セントマイケルの T シャツです。こちらはですね個別でセントマイケルの動画だったりベストバイでも紹介してるんですけれども、2着ありまして、まずこちらから紹介させていただきます。こちらはですね型名で言うとペインという風な型になっております。で自分が初めて買ったセントマイケルのアイテムになりまして、ずっと名前は聞いてたんですけれども、もともと自分のテイストとはちょっと違うかなと思ってあんまり調べてなくて、でそこでインスタでですねこの T シャツの物撮りっていうのを見て、なんてかっこいいんやと、ちょっともう動揺したというかですね、慌てふためきまして、ただ値段が高いので踏み切れず迷っていたら、そのうちにもうすぐ売り切れてしまって、結局プレネで購入しましたね、こちらは。はい。で最初はもうとにかくグラフィックがかっこいいなっていう部分で購入したんですけれども、実物を手に取って初めてグラフィックだけにとどまらないセントマイケルのアイテムというか加工の凄みっていうのを知ることができました。シングルステッチだったりダメージ加工だったり、新品でありながら細かいディテールっていうのがまるでヴィンテージの古着のように作られていて、で一番気に入っているのがいわゆるこの墨黒っていう感じの色味ですね。洗濯や日焼けで元の黒色から絶妙にフェードした色味になってまして、自分古着の知識はそんなないというか乏しいんですけれども、こういったですね味のあるフェードになっている黒色っていうのは古着でも非常に貴重らしくて、で、この色味というか雰囲気っていうのを加工で表現するのは本当に難しいらしいんですよね。はい、で実際最初に紹介したダブレットの T シャツっていうのも、ダメージ加工は綺麗に入ってたと思うんですけれども、このフェード感や色味っていうのはちょっと別格ですごいこだわりと技術が詰まっております。ハイプビーストにですねデザイナーの細川さんのインタビュー動画っていうのが上がってるんですけれども、それによるとですねセントマイケルのプリントを作り続ける工場っていうのがあって、でそこでひたすらサンプルを作り続けているらしくて、で物によっては 6,7 回作ってようやく完成に至るものもあるらしいんですけども、その時の加工指示を出す時のそのこだわりの例として一つ言われてたのが、もうちょっと油分を取りたいとおっしゃってて、いやそんな項目あんのみたいな、普通考えへんよみたいなところで、若干笑ってしまったと同時にですね、よりこのクリエイティブへのこだわりというか、そういった部分に興味が湧いて好きになりました。で実際手に取ってみて、そんな加工であったり仕上げの素晴らしさっていうのを知ることができたんですけれども、やっぱ何と言ってもこのグラフィックが素敵でして、このペインで言うとですね、かっこいいヒーローズ感のある希望に満ち溢れたような雰囲気の中でですね、裏面を見るとですね、逆に
なんか生きる苦しみや痛みみたいなことについて書かれていてですね、逆にこれもう一着の方、これセレブリティっていう風な方のアイテムになるんですけれども、これはですね、皆さんご存知のイエス・キリストと聖母マリアですね、そのイラストに有名人を意味するセレブリティっていう風な感じで入ってて、いやそれは確かに知ってますけどみたいなね、そういう風な感じのツッコミどころがあって、セントマイケルっていうブランドはですね、その先ほど申し上げたデザイナーの細川さんっていう方と、もう一人ですね、カリソンヒル・デビッドさんっていう風な方がデザインに関わっていて、その2人で手掛けられているブランドになりまして、でデビッドさんの名作デザインとしてプラスチックサインシリーズっていうのが挙げられるんですね。プラスチックサインっていうのは、要は非常に簡単に説明しますと看板のことなんですよね。一番分かりやすい例で言うと、店のオープンクローズドとか、あと店に駐車すんなっていう意味でのノーパーキングとか、そういうふうなものをプラスチックサインって言うんですけれども、そのサインボードに書かれている文字と全然関係ない絵柄を合わせたら面白いんじゃないかっていう風なシリーズになりまして、調べてもらったらですね、いろいろ出てくると思います。もうめちゃくちゃかっこいいです。あとこれもめちゃくちゃ細かいんですけども、ネームタグがですね、ジャイアントっていう実在するボディのネームのパロディになってたり、あとイラストの権利表記部分にちょっと見えないと思うんですけれども、コピーライトのところにリベレーションフロント、これ解放戦線ですね、そういう風なところが入っていたり、そんなわけないやろみたいな細かい部分も素敵なので、最高の T シャツにふさわしいブランドじゃないかなと思っております。セントマイケルおすすめでございます。はい、それでは最後になります。こちらダブレットのメカニック T シャツになります。これブランドとしてはですね、最初の青山ロック T に引き続き2度目の登場なんですけども、これが僕の中で大本命じゃないかなと思っております。なんとなく皆さんも元ネタというかね、分かられるかなと思うんですけれども、はい、そうですね、タイタニックのパロディですね。自分は教えてもらうまで知らなかったんですけれども、タイタニックのビジュアルが使われた T シャツって、ヴィンテージ T シャツのくくりの中でもめちゃくちゃ人気なアイテムらしくてですね、割と普通に10万円ぐらいの値がつけられても即完売してしまうようなアイテムらしくて、でそれが元ネタというかベースになっているので、あえてですね、色味も真っ白じゃなくちょっと古着感というか、汗で汚れた感じのきなりっぽい色味になっていて、それも非常に気に入っております。そしてなんといってもこのプリントですね。もうとにかくシンプルに最高すぎると。はい、でこれが 24SS のアイテムになりまして、 AI がテーマにされたシーズンだったこともあり、メカニックっていうのは確かに重要なキーワードなんですけれども、タイタニックと語呂が近いなということで、もうね、ダジャレですよ。メカニックとタイタニック、完全にもこれだからデザイナーなのかギャガーなのかみたいな、そういう風なセンスがやっぱダブレットはあるから好きなんですよね。もうこれもテーマは AI ですけども、逆に本当にこのダジャレ的な部分はね、チャット GPT にもひねり出せないだろうみたいなところもあって、なんかそういう風なシーズンテーマとの絶妙な関係性っていうのもすごい気に入って、もこれはもうマストバイヤーだと思って購入いたしました。で、気づけばデカプリオロボとウィンスレットロボがですね、互いに頬を分からめてみたいな、もう本当に誰が思いつくねみたいな、もう本当に最高の一着でございます。今古着のディグっていうのがすごい流行ってると思うんですけれども、当時の尺度で評価されなかったアイテムっていうのが今改めて掘り起こされて評価されているわけで、それを考えるとですね、絶対に現行もいつかの古着になるわけですから、確実に追っておいた方がいいと自分は個人的に思っておりまして、その中でもやっぱこのダブレットっていうアイテム、ダブレットっていうブランドは本当目が離せないですね。はい、最高の一着でございます。はい、そんなところで最高にかっこいい T シャツの紹介でございました。気になったアイテムであったりとかブランドが見つかったよっていう方いらっしゃればですね、ぜひそちらをチェックしていただければなと思いつつ、今回紹介させていただいたのはですね、あくまで個人的な主観による最高にかっこいい T シャツになりますので、この世界を見渡すとですね、まだまだ出会ったこともない最高の T シャツというのが山ほどあると思います。なのでですね、それを自分が持っていますという方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。それではご視聴くださり誠にありがとうございました。